皆さんこんにちは、なおです。今回の動画では先日購入したアメージングカッターと RP カッターのレビューを行いたいと思います。この2つのカッター、用途はかなり似てると思うんですが、一体どんな特徴があるのか見ていきたいと思います。まずはアメージングカッターから。このアメージングカッターの価格なんですが、税抜きで12,800円。この金額で買おうかどうか迷うじゃないですか。その価格相応の価値があるかどうか、まずは使ってみて判断したいと思います。このアメージングカッター、プラ板を切るための道具なんですが、厚さが 2mm、長さが 75mm まで切断することができます。1mm 厚くらいのプラ板ならね、ナイフとかでカットするのはそんなに難しくないと思うんですが、 2mm 厚のプラ板となるとね、結構大変なんですよね。私はそういった分厚いプラ板をカットしたいので、この商品を購入しました。まずこの形なんですが、ワイヤーなどをカットする道具に似てますよね。テコの原理を利用して少ない力でカットできるというのが特徴です。もう一つの特徴として、刃を自由に交換できます。しかもその刃は一般的なカッターナイフの替え刃が使用できるので、近くの文房具屋で買えるくらい入手性がいいのと、値段もそんなに高くないです。本体は安いけどランニングコストはめちゃくちゃ高いよっていうインクジェットプリンターの逆のパターンですね。形状はハサミに似てるんですが、刃は片側にしかついていないので、イメージ的には包丁で切る感じに近いんじゃないかなというふうに思います。今回別売りなんですが、この商品に取り付けて使用することができるストッパーを Amazon で購入しました。アメージングカッターに付属する専用スケールにこのストッパーを取り付けることによって、正確にプラ板をカットすることができます。まず最初に付属の専用スケールを取り付けてみたいと思います。付属の六角レンチを使って映像の位置のネジを外します。ネジの部分は少し段差になっているので、その段差を埋めるワッシャーを何枚かはめ込みます。ワッシャーを取り付けたら、元からついているネジではなくて、少し長めの付属しているネジを使ってスケールを取り付けます。このスケールを取り付けるときに思ったのが、刃に対して垂直に取り付けるのが少し難しいなということですね。もし何かいい方法があれば教えていただけると嬉しいです。スケールにストッパーを取り付けるとこんな感じ。2mm から 31mm まで測ることができるそうです。試しにストッパーを 10mm にセットしてカットしてみます。さてどうなるでしょうか。はい、結果は 10.5mm で 0.5mm 大きくカットされました。セットの仕方が悪かったのかな。続けて2枚目カットしてみます。はい、今度はサイズがどうのこうのっていう前に、なんか切り口が斜めになってるね。今回検証に使っているのはエバーグリーンの 2mm 厚のプラ板なんですが、柔らかいんですよね。それが原因かな。はい、というわけで今度はタミヤの 2mm 厚のプラ板を持ってきました。さてどうなるでしょうか。スケールは一旦取り外して、プラ板をしっかりとガイドストッパーに当ててカットしてみます。説明書によると、このガイドストッパーに沿って切ればだいたい直角に切れるそうです。完全には無理みたい。まずは余分な端をカット。両端をアメージングカッターでカットされた状態にします。今度の切断面はまっすぐ。やっぱり硬いプラ板がいいみたい。プラ板の手前と奥では刃の入るタイミングが違うので、サイズを調べてみたんですが、手前と奥では約 0.15mm の差がありました。付属のスケールなんですが、定規で間隔を測ってみたんですが、正確ではないみたいです。なのでこのスケールを使って正確に切るのはちょっと難しいかもしれません。メーカーが推奨している新潟製機のストッパーなんですが、遊びが多すぎてかなりガタつきます。親和性の同じ 15mm 幅のストッパーの遊びはこんな感じ。
親和性のストッパーの遊びが約 0.2 ミリに対して新潟正規の方は約1ミリでした。試しに親和のストッパーを取り付けてみたんですが、普通に使うことができました。スケールにストッパーを取り付けてちょっと思ったんですが、スケールに傷がついてしまいます。使っているうちにメモリが消えてしまうんじゃないかなというふうにちょっと心配になりました。ただ傷がつくのは両方のストッパーに言えることなので、もしストッパーを購入するのであれば遊びが少ない親和の方がいいと思います。まっすぐ切るにはプラ板の種類も重要な感じですが、続いて刃を交換してみたいと思います。刃を交換するには固定してあるプレートをまず取り外します。よくありがちなのが、このプレートをきつく締めすぎて割れちゃったりすることがあるんですが、これは金属製なのでそういった心配はなさそうです。あらかじめオルファの特選黒刃が装着されてるんですが、とりあえずこれも取り外します。まず最初に試すのが貝の超鋭角。見た目はオルファの特選黒刃によく似ています。さっき取り外した逆の手順でまた刃を取り付けます。グリップを握っていない状態で刃の上にプレートを置いてネジは軽く締めます。次にグリップを軽く握って刃が下のまな板のところに当たっている状態でネジをしっかりと締めて完了です。切れ味なんですが、オルファの特選黒刃との違いを感じることはできませんでした。エバーグリーンの柔らかいプラ板を切ってみたんですが、やはり斜めになってしまいました。次に 3M のチタンコートカッターを使用してみます。切れ味2倍って書いてありますけどね。この刃で切ってみたんですが、明らかに前の2つと違うなっていう感じはありません。これも切り口は斜め。刃の鋭さで切るというよりは強く押し付けて切るみたいな感じなので、プラ板が柔らかいとたわんでしまうのかもしれませんね。逆にプラ板が硬いと竹みたいにスパッと切れる感じかな。あとこの3種類すべて両刃なんですよね。この撮影には間に合わなかったんですが、片刃の刃も購入したので今度試しに切ってみたいと思います。アメイジングカッターのレビューはここまでになります。次に RP カッターを見る前に先日購入したハンドバイスを見てみたいと思います。本体はアルミ製で持った感じ重すぎず軽すぎずちょうどいい感じです。中央にバネが仕込んであって開こうとする板をネジで留めている感じですね。ネジを右に回すとバイスが閉じる、左に回すとバイスが開きます。この動作ってもう体に染みついてるじゃないですか。だからこれが逆のパーフェクトバイスは本当に使いにくいんですよね。試しに先日購入した薄刃おにぎりを使ってパーティングラインを消してみます。使ってみた感想なんですが、パーツを直接手で持つよりも保持する幅が広がるっていうんですかね。より作業がしやすくなるような感じなので、これからも積極的に使っていきたいと思います。続きまして RP カッター見ていきたいと思います。まずは価格なんですが、税別で9100円、筋彫り銅で購入しました。筋彫り銅以外でも購入はできると思うんですが、筋彫り銅で販売されているものには特製のアルミプレートが付属します。標準のものに似てるけどちょっとサイズが大きいみたい。アメイジングカッターと違って刃は専用のものを使用します。ただ形状はカミソリの刃にすごく似ています。刃のサイズは 39mm なのであまり大きいものはカットすることができません。ステッカーが付属してるんですが、そこにはTools without compromise って書いてありますね。直訳すると妥協しない工具って感じですかね。なんかかっこいいよね。本体はアルミ製で表面は赤のアルマイト加工がされています。なかなか高級感があっていいです。
グリップには少し負荷がかかるようになっているんですが、非常にスムーズに動きます。この色の違うアルミプレートが筋彫り銅特製のものになります。このプレートや上についている三角形のプレートを駆使してプラ板やプラ棒を加工するみたいです。マットに貼り付けて使うメモリシールが付属してるんですが、メモリが 1mm 単位なので、それ以上の精度を求める人にはちょっと使いづらいですね。使い始める前にガイドの水平を出す作業が必要みたいです。とりあえず定規を当てて水平を出してみることにします。これで出せればすごく楽でいいんですが、ちょっとガタガタするのでダメっぽいですね。ダメです。それでどうしたらいいかなって考えてみたんですが、こんなやり方でやってみました。刃を下ろした状態でそこに定規を当てて、さらにその定規にガイドを合わせる感じです。さて今回はうまくいくんでしょうか。反対側のガイドも同じように位置を合わせます。なんとなく今回はうまくいきそうな感じ。プラ板をセットしてみたんですが、大丈夫です。ガタつきはありません。今回はうまくいきました。できるだけ精度を出したいので、ノギスを使ってプレートの位置を決めたいと思います。試しに1センチ幅でプラ板をカットするので、ノギスを1センチにセットします。次にデプスの基準面を刃に引っ掛けて、デプスバーでガイドの位置を決めます。動かないようにしっかりとガイドを固定したら、これでようやく準備完了です。まずはプラ板の端をカットして平面を出します。アメージングカッターと違って 2mm のプラ板をカットするのには結構な力がいります。切断面はかなり綺麗な状態です。次に1センチ幅でカットしてみます。さて精度は出てるんでしょうか。サイズを測ってみたら、片側は 10mm ぴったり、もう片側は 9.95mm でした。ノギスを使えばかなりの精度が出せることが分かりました。これは素晴らしいと思います。実を言うと、この三角形のガイドの位置が刃の中心のところにあるんですよね。なのでこのガイドに沿ってカットしようとすると、刃の半分のサイズまでしか切ることができません。映像ではノギスを駆使してどうにか頑張ってるんですが、これが結構難しい。これも何か良い方法をご存知の方がいたら教えていただけると嬉しいです。はい、それでは今回レビューを行ったアメージングカッターと RP カッターのまとめをしたいと思います。まずアメージングカッターの強みなんですが、本当に力を入れずにプラ板を簡単に切ることができます。あと最近はね、 Amazon なんかでも購入できるので、 Amazon だとちょっとお値打ちで買えるみたい。 11% オフでした。あと市販の刃を使ってるっていうのもすごくいいところだと思います。あと弱みなんですが、付属のスケールがねちょっと残念な感じです。あと手に持って作業するっていうのもあるんですが、なかなか正確に切るのが難しいと思います。あと価格ですね。簡単に切れちゃう衝撃で結構ね惑わされがちなんですが、やっぱりちょっと高すぎるような気がします。続いて RP カッターの強みなんですが、非常に精度の高いカットができます。誤差が少ないっていうのは本当に重要だと思うんですよね。あと一度設定を出しちゃえば簡単に同じものが量産できるっていうのもいいところだと思います。それにこれは工具としてもうすでにある程度完成してるっていう感じがありますね。使っててすごく気持ちがいいです。逆に弱みとしては、現状だとノギスなどを駆使しないとなかなか設定を出しづらい。それに刃がねちょっと短いので使える幅が狭くなっちゃうのが少し残念ですね。あとね 2mm 厚のプラ板なんかをカットするときはものすごく力がいります。はい、というわけで今回はここまでになりますが、いかがでしたでしょうか。両方ともモデラーにとってはかなり注目の商品だと思うんですよね。
今後もいろいろと試しながら動画の中で使っていきたいと思います。この動画に関する意見や質問、その他何でも OK なので、気軽にコメントいただけると嬉しいです。いや、ついにこの2つ買ってしまったんでね、早く使いこなせるようになりたいと思います。この動画、最悪だわという方はバッドボタンを。いや、なかなか良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ここまで動画を見ていただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。